していけばいいのかなっていうのが最近の悩みで。ちょっとやばい。朝日の7時よ。準備した？もう7時よ。マジでワンパンされるやん。そう、えげえ。えげえこれ、これや。しかも今のステージ、地味に強いし。今、あれが来てほしいな、川みたいなステージ。えぐいってこれは、よいしょ。お箸別に入れようか。間違えんようにする。水筒。ちゃんと荷物確認して、今携帯触る時じゃないよ。ってハンバーグ入れた。唐揚げとハンバーグ入れたよ。ハンバーグはハンバーグは残してもいいから食べれなかったら。で、水筒は？今入れた。この中にお箸が入ってるけん。パパ、いい？靴下は朝日、歯磨きとか終わってないやろ。で、歯磨き。ダミーでこうやっていくしかない。ついてないここある。はい、とパン焼けたよ。忘れ物ない？帽子は？帽子は学校にあるじゃん。
かば焼きさん太郎持った？かばやきさん太郎は金をオーバーしてしまうけんもう食った全部。いってらっしゃい。私も行くんだよ。私は送るんだよ。パジャマでね。行ってきます。何歩行きたい？ヘルメットは？ヘルメット。いっぱい。いいね。いいね、いいね。いい感じやん。大きい。すごい。はい。よいしょ。いいじゃん。いいじゃん。よよよおかえり。よ楽しかった？楽しかったそしてイオン行くじゃん。え？イオン行きたいの。それは無理。理由がどうだ。彼女は人を殺めた。違うんです。遊びにだ。あれ滑った上から落ちた。あ、一回だけあそこに寝転がってた。ペアになってどっかに行かんかったと？うん。5年生はペアにならんかい。はい。
ということで動画を最後まで見ていただきありがとうございます。毎年この時期は遠足があるんですけど、約1時間ぐらい歩いて、近くの公園みたいなところに遊びに行くんですけど、1年生は6年生とペアになって、歩いていくんですね。で、朝日たち5年生は2年生とペアになって、遠足を楽しむようになってるんですけど、朝日に帰ってきた時にペアになったって聞いたらいやとか言ってたえと思って、ペアになるはずだけどなとか思いながら話はしてたんですけど、でまた改めて学級だよりみたいなのを見たら2年生とペアになってしっかりお世話してましたみたいな、そんな感じで学年だよりみたいなのに書かれていて、またこれまでと違った遠足を楽しめたんじゃないかなと話を聞いていて思いました。お弁当はねちょっと今回初めてお兄ちゃんたちが使っている弁当を使ってお弁当持たせたんですよ。いつもはこのちっちゃいこのくらいのお弁当箱にご飯とあと唐揚げとか入れていつも持たせてたんですね。でも最近すごく食べるので、もしかしたら足りないんじゃないかな、足りなかったらあれだなと思ってお兄ちゃんたちが使っているものに入れて持たせたんですけど、なんか多かったらしくて行く前も唐揚げとその前の日の余り物のハンバーグも一緒に詰めてたら、ハンバーグはいらないって結構ブツブツなんか嫌そうに言ってて、なんかやっぱり食べてなかったですね。で時間がなくて食べれなかったとか言って持って帰ってきました。で遠足は楽しかったみたいで、何したのって言ったらなんか遊具のところでぼーっとお菓子を食べながら過ごしたとか言ってて楽しかったのかな、よくわかんないですけど、それなりに朝日なりに楽しく過ごせたみたいです。で、今回2年生のお世話係としてペアになって遠足に行ってるんですけど、これまでの朝日の遠足どうだったかなと振り返ってみると、1年生の時はですね、とにかく目的地まで歩いていけるか大丈夫かなっていう感じで、実際はですね6年生ペアになった6年生のお兄ちゃんにもう本当に励まされながら、背中を押されながら、あと、長男もいたのでその時は、長男に引っ張られながらなんとか目的地まで行くことができたんですけど、もう本当に暑くて、この時期ちょっと紫外線も強くなってきてるので風はね冷たかったりするんですけど、おでこだったかな、冷えピタをおでこだったかなとか、この首とかいろんなところに冷えピタを貼って遠足の時に歩いていったっていう、そんな思い出がありますはい、2年生の時はなんだかな、なんか暑くて途中でなんか服を脱ぎ出したとかそれで先生がねすごく困ってらっしゃったりとか、そんなこともありましたね。はい、そんな朝日も5年生になってそうやって下の子のお世話ができるぐらいまで成長したんだなと思うと、高学年になったんだなっていうのを、一つ一つ行事を見ていて思います。以前の動画で朝日が地図が覚えられないっていう話をねさせてもらったんですけど、あれからちょっと毎日ではないんですけれど時々地図を出して学校行く前とか帰ってきてからとか夜とかお父さんとやったりお兄ちゃんたちとやったり私とやったりいろいろやりながらなんとかやってます。日本地図に関してはそうやって家でもやってるんですけど、最近学校の方でもタブレットを使ってタブレットの地図アプリみたいなの、そういうのを使って時々日本地図の振り返り、ああいうのもやってるそうです。地図だけではなくて、最近は結構5年生の授業も難しくなってきてるみたいで、なんか本人が最近社会が難しいっていう風に言っていて、もう社会の授業がある日は学校を休みたいみたいなことを言うようになってきて、社会とか理科をどういう風にフォローしていけばいいのかなって、ますます難しくなっていく5年生6年生の理科社会をどういう風に
対応していけばいいのかなっていうのが最近の悩みで、最近はだから朝学校に行く前に YouTube をつけて、なんか社会5年生の社会みたいなのを検索して、ちょっとビデオを見ながらもう一度授業を受けるみたいな感じでビデオを見せてるんですけど、それでもちょっと社会への苦手意識がだんだん芽生えてきたのかなと思ったりもしています。そんな感じで最近は頑張っています。また最近学校からちょっと連絡があって、テストのことでちょっとお話があったので、また別の動画でゆっくりお話できたらいいなと思います。最近この虹色の朝日を見てくださった方も多いと思うんですけれども、これまでの朝日の成長っていうのは過去の動画を見ていただければわかるんですけれども、この虹色の朝日のサブチャンネルの方で朝日の生い立ちとかも詳しくお話ししているので、概要欄にリンクを貼っておくので、そちらの方からよかったら、過去の話など聞いてみられてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。